データサイエンス、ビデオ講義、デジタルヒューマニティーズ担当の脇と言います。よろしくお願いいたします。私はデジタルヒューマニティーズ、特にその人文学と情報学との接点が導く新たな知識の世界というタイトルでお話をしたいと思います。最初に簡単な自己紹介をさせていただこうと思います。私は、本来の専門は日本語学ですね。日本語文法論という分野の出身でありまして、その点では典型的な文化系の出身ということになります。ですが高校時代から独学でプログラミングを学んでいたり、それから大学院時代にネットワークやサーバー、ウェブサイトの管理などをすることになって、そういう経緯がありまして、大学も実は情報系の担当の助手といったところに就職したということがあります。そのような経緯がありまして、本来のその日本語学の研究とコンピューターの利用をどうやって結びつけるかということが、私の主要な興味関心になっていったということです。そのような流れがありまして、最近ではデジタルヒューマニティーズと呼ばれる分野を中心に活動しています。では最初にそのデジタルヒューマニティーズという分野がどのような分野であるのかということについてお話をしたいと思います。日本語で人文情報学、あるいは略して DH などと呼ばれるようなこともありますけれども、これはその人文学と情報学との学際分野ということになります。つまり人文学のいろいろな研究をコンピューターを使ってどのように研究していくかということを考える分野ということになります。対象となるその人文学の分野というのは哲学、宗教学、歴史学、その他いろいろな分野が当然のように入ってきますけれども、それだけではなく、例えば芸術ですとかそれからスポーツなどもその分野対象に入ってくる。その意味では非常に裾野の広い分野ということができます。まずその DH、以後そうですね、デジタルヒューマニティーズのことを DH と、省略してお話ししたいと思いますが、その DH の、まず歴史的なことから少しお話をしたいと思います。まずその DH の歴史を語る上で、書くことのできない名前というのがありまして、それがこのロベルト・ブサというタイトル、すいません、人名ですね。ロベルト・ブサという方です。この方は、イタリアの司祭、キリスト教の司祭さんでして、この方が、1946年に、インデックス・トミスティクスというのを計画したというのがその、DH の非常に、最初の頃に、行われたその、主要な活動であると言われています。これはどういうものかといいますと、トマス・アキナスというですね、中世ヨーロッパの神学者、これが表した、膨大な著作があるわけですけれども、これを、コンピューターに取り入れてその、検索インデックスを構築するということを発案したということですね。これが1946年に、計画されています。1946年と言いますと第二次世界大戦終了間もなくということですが、そういう意味ではいわゆる現代的な意味での電子計算機コンピューターですね、これが、出来上がったのがまさにその1940年代と言われていますから、コンピューターの歴史とほぼ並行してその DH の歴史もあるというふうに言うことができると思います。一方、日本国内に目を移してみますと、軽量国語学会という学会が、ありまして、これが設立されたのが1956年ということになります。でこれは、計算機コンピューターを用いて言語を推理的に分析するということが、その主な、内容になっていますけれども、こういった学会も、かなり早い時期に、設立されていますので、そういう意味では新しい分野ではあるんですけれども、さりとて本当に最近ということではなくて、コンピューターの歴史とほぼ並行してそういった活動が行われてきたということが言えると思います。一方最近の DH の実践例ですけれども、これは手前味噌ではありますが、私のちょっと最近やっていることを少しご覧に入れたいと思うんですけれども、画像テキスト連携データベースプラットフォームというのをここ何年か作成しておりまして、
これはどういうものかといいますと、さまざまな時代のあるいはさまざまな地域の言語資料を、共通のデータ構造とユーザーインターフェースで扱えるようにするという、そういうシステムのことであります。で、例としてここでは3つの言語、時代の3つの言語ですねが挙がっていますが、1つが古代エジプト語の新漢文字、もう一つが明治時代の日本語の資料、それからもう一つがアッカド語、くさび型文字、粘土板資料といったものですね。これはちょっと具体的に、ウェブサイトをご覧いただきたいと思います。今ご覧いただいているのが、これが古代エジプト語の新漢文字、パピルスという、単語は皆さんお聞きになったことがあると思うんですが、植物の繊維で好かれた、ペーパーの語源になったとも言われるそういう、資料ですね。でそのパピルスの上にインクで書かれた文字、これが、古代エジプト語の新漢文字と呼ばれる、文字です。でこれをちょっと拡大縮小その他できるわけですが、これをちょっと見ていただきましょう。ちょっとグッと拡大するとこんな感じになりますね。で、画面をポイントすると、この、黒く書かれているそれ一つ一つが文字なんですけれども、これが文字がこういった形で、囲まれているというのがわかると思います。こういった、これは、資料、画像資料の上にですねテキストデータをこう重ねて、いるということなんですけれども、これをクリックしますと、この当該の単語がどういう単語であり、どういう発音、どういう品詞、どういう意味であり、その中にどんな文字が含まれるかということがこう表示されるというふうな仕組みになっています。さらにこの含まれる文字、例えばですねどれか一つクリックしますと、その文字を含む他の単語のリストがこのような形で出てくるということになっています。で、例えば検索されたこの単語ですね、これが、資料中のどこにあるのかなということを再度、確認するためにこうクリックしますと、元の資料の中のこの部分であるということが、分かるということですね。このような形で、画像とそれからテキストのデータを、重ね合わせて、正確に言うと、データベースバックエンドにデータベースがありまして、その中に言語の情報が全部入っているわけですね。それを、画像の上から直接呼び出すことができるというこのような仕組みを作っているというわけです。さて同じことをですね今度は、明治時代の日本語の文典資料と呼ばれるもので見ていただきたいと思います。今ご覧いただいているのは、これは永利知恵の輪という明治の初頭の頃に書かれました日本語あるいは国語と言ってもいいかもしれませんが、その国語の教科書、初学者向けの教科書であります。そのうちの1ページですけれども、右の方にですね第一名言葉名詞とも言うというふうな記述が見えるかと思います。でこれも先ほどと同じ仕組みを使ってですね、例えばここひとまろなんていう単語が見えるかと思うんですけれども、こうクリックすると、そのひとまろという、単語ですね、これは、人名固有名詞ということですけれども、固有名詞単語がここにあるというふうなことを、知ることができる。そして同様にこの、例えばですね今度は、名詞そうですね人という字をちょっとクリックして検索してみましょう。これはちょっとデータ数が少ないんですけれども、例えば百人一首というような、単語が、資料中のこの部分ですね、非常にこう小さいところですけれども、本の表紙に百人一首と書かれているというふうな、こういうふうなことを、画像とテキストを行ったり来たりしながらいろいろなことをこう知ることができるという、こういうふうなシステムであります。同様にもう一つ、アッカド語くさび型文字の粘土板資料についてですが、これを、ちょっとご覧いただきたいと思います。今見ていただいているのが、粘土板資料、アッカド語のくさび型文字と呼ばれるものですね。これも、なかなか現物を見たことがある人は少ないかと思うんですけれども、そういう現物を直接見に行かなくてもこういった形でその資料にどういうふうなことが書かれているかということを、ネットワークを通じて知ることができるという、こういうふうな仕組みを作っています。これがですね今見ていただいたその、エジプト語、日本語、それから、アッカド語くさび型文字といったようないろいろな時代のいろいろな種類の文字をですね、こういうふうな形で、同一の、方法を使って扱うことができるというこういうシステムを開発しています。続いてもう一つ、昨今のそのデジタルアーカイブの事情ということでもう一つ、追加で
ご説明したいんですが、デジタルアーカイブ、こういう形で世界中でいろいろなものが同時に立ち上がってきています。そうしますと当然のことながらどこに何があるかということを整理するのが非常に難しくなってくるというふうな状況が起こってきていまして、そういったことを解決するためにそのデジタルアーカイブを対象とした横断検索、これはポータルと言ってもいいと思うんですが、こういうふうな仕組みを導入するということがここ何年かのうちに起こっています。2008年にですね、ヨーロッパをEU ですね、中心とした、諸国でヨーロピアーナというものが開設されていますので、これも一つちょっとご覧いただきたいと思います。今ご覧いただいているのがそのヨーロピアーナというサイト、デジタルアーカイブを対象としたその横断検索サイトですけれども、ここでですね一つちょっと例えばどんなのが、例えば浮世絵などというタイトルでですねちょっと検索してみます。そうするとこういった形で、各所いろいろなところで、保管しているその浮世絵に関するデータ資料がこういった形で統一的に検索できるというこういうシステムが、最近では開発されています。同様の例が日本でも、ようやくと言っていいと思うんですが、立ち上がりましてジャパンサーチというですね、これは現在ベータ版の扱いではあるんですけれども、日本国内のそのいろいろなデジタルアーカイブを横断的に検索するというそういうシステムが、最近立ち上がってきました。これについてもちょっとご覧いただきたいと思います。今ご覧いただいているのがこれがジャパンサーチというサイトのトップページです。ここでちょっと検索するのは、やめておきますけれども、今スライドショーであちこちの、博物館の、所蔵品の、映像がこう流れているのが見ることができると思います。これもぜひ、いろいろなことを検索してみていただければと思います。それではここからその DH の意義あるいは必要性といったようなことについて、振り返ってみたいと思います。そもそもこれまでの人文学というのは、非常に長い、歴史とその研究、幅の広い研究分野があったわけですね。その意味では非常に豊かな成果が、蓄積されてきたという歴史があるわけです。ところがですね、言葉は悪いんですけれども、それぞれの分野がですね、悪く言えばタコツボなどと言われるような状況になってしまっていて、その分野独自の流儀といったものが、それぞれに発展してきたというそういう歴史があるわけですね。でその分野独自の歴史、あるいは流儀といったものが外部から見えないというそういうふうな状況になっている。言ってみればその閉じた小宇宙がすごくたくさん、存在しているというそういうふうな状況になってきているということなわけです。で、問題はですね、さまざまな研究分野がそう見えないということにあるということですね。ですからそういったものを相互に接続して、お互いに可視化できるようなそういう仕組みを作ればいいということであるわけです。ですからそのタコツボという言い方は非常に悪いんですけれども、そういったものを否定するのではなくて、例えて言えばそのタコツボを透明化するというふうなそういうふうな仕組みが必要であろうというふうなことなわけですね。ですからその発達した情報学の技術を人文学に適用してタコツボを透明化してさまざまな研究を可視化すると。そうしていろいろな研究分野が相互に連携できるような仕組みを作っていこうというそういうことが DH の非常に大きな意義であるというふうに考えることができます。そういうふうな考え方からしますと、では具体的にどういうふうなミッションを、DH が果たしているかということですね。それをちょっとお話ししたいと思いますが、まず一つはですね、具体的にその研究資源をどうやって扱うかというその方法論の開発ということですね。それが非常に大きなミッションの一つになっています。これは規格の標準化、標準というのはスタンダードというふうなこれはもう専門用語と言っていいと思うんですが、規格の標準化ということがまずあります。つまりみんなが同じ仕組みを使って、データを公開していけばその、同じ仕組みを通じてデータを交換することができるというそういうふうなことですね。というまずその仕組みといいますかそのルールを作るということになります。で、そのルールを作ったら今度はそのルールに準拠したツールですね、道具を作っていくというこれも非常に具体的な作業ではありますけれども、これも DH の非常に重要なミッションであります。ということですね。そのようにして、その方法論をまず作っていく考えていくということですね。これが DH の一つの大きなミッションになっています。
そのことを通じてもう一つ、暗黙知を高知化していく、つまり今までそのタコ壺の中に隠れて見えなかったというそういうものを、はっきりと見える形に明らかにしていくということですね。例えば資料ですとか、元になった資料はどういうものであるのか、あるいはそこから得られたデータはどういうものであるのか、そしてそのデータを通じてどういうような成果が得られたのかという、その全てを共有していくということです。今までであればその研究成果のみが、公表されていくということが多かったわけですけれども、そのプロセスも含めて全部、共有していこうということですね。そのようにして、知識を共有する、開かれた知識基盤という言い方をここではしていますけれども、そういう、オープンな、知識を、蓄えていくという、そういうことが非常に重要なミッションになっていくということです。そういった活動を通じて、もちろん既存の、研究がもう、何千年という単位で蓄積されてきているわけですけれども、そういった個別の研究それぞれを、価値を再定義して、さらに、そこに加えて新たな価値を発見していくという、そこがDH の非常に重要な、役割ミッションということになるかと思います。で、例えばですけれども、そういったことを進めていくと、哲学の資料の中から文学上の、課題を解決するようなデータを発見するとか、あるいは例えば言語学的な研究手法によって歴史学上の課題を解決するといったようなことが可能になっていくんじゃないかという、そういうふうなことを考えているということですね。で、もう一つ付け加えておきたいのが共同の推進ということであります。共に働くということですね。人文学というのは伝統的にはやはり個人研究がベースになっていて、一人の研究者が鉄頭鉄尾最初から最後まで全ての、研究の成果を作っていくという、そういうふうなやり方をなされてきたことが非常にあるわけです。そういう流れが非常に強いわけですけれども、そこにですね、共同という、これはもう理科系では当然のことになっているわけですけれども、そういう共同ということを持ち込むことによって、よりそのたくさんの成果をより、少ないというとちょっと語弊が生じてしまうんですけれども、自分自身ができることと人ができることを合わせることによって、よりたくさんのことが可能になっていくという、そういうことを実現したいという、そういうことも DH の非常に大きなミッションの一つになっています。それではそのようなことを踏まえて、最近ではその標準ということに関してどのようなことが考えられているかということについて、いくつか例をお示ししたいと思います。まず一つはですね TEI、テキストエンコーディングイニシアチブというものですけれども、これは、テキスト資料をですねデジタル化して構造化するという、そのための枠組みを定める、国際共同プロジェクトになっています。これは今ではそのテキストをデジタル化するという意味でほぼデファクトスタンダードという言い方していますけれども、事実上の標準ということになって、世界中でこの TEI の仕組みにのっとってデジタルテキストを作るということが一般的になされるようになっています。それからもう一つはですね、画像のことですけれども、IIIF と言います。IIIF と書いてIIIF というふうに読みますけれども、インターナショナルイメージインターオペラビリティフレームワークということですね。国際的な画像の、相互運用のための、枠組みフレームワークということです。これはつまりデジタル画像へのアクセスの方法を標準化して、そして相互運用を、自由にするという、そのための方法を、確立しようという、そういうふうな、プロジェクトですね。こういったものが今盛んに行われていて、例えば先ほどちょっと見ていただいたいろいろなデジタルアーカイブがあると思うんですが、ああいった、デジタルアーカイブにおいてもその画像のアクセスに関してはこの IIIF の枠組みが用いられていることが、非常に多くなっています。逆に言うとその IIIF に、準拠しないとなかなかその世界レベルでその画像へのアクセスが向上していかないというふうな、そういうふうな状況にさえなってきている状況であります。それで今見ていただいているのが、これが TEI で出力されたテキストの例ですね。中身についての説明はここではちょっと省略しますけれども、これはその、先ほどちょっと見ていただいたエジプト語、古代エジプト語のテキスト、あれを、テキストデータとして出力して、それについての説明、ヘッダーの部分ですけれども、
頭のところにこの、テキストがどういうものであるのかというその説明を加えている、その部分のみを抜き出してちょっと見ていただいているというものです。この後に例えばどういう文字が使われているかとか、テキストとしてどういうことが、本文に書かれているかということがずらずらっと続いていくわけですけれども、こうした形式が共通のものになっているということですね。ですからこういうふうな形で出力されたデータを例えば別のシステムが機械的に読み込んで別の処理をするというふうな、そういうことが可能になっている、データ連携のための枠組みというふうな、そういうふうな意味合いを持ってきているということです。続いてもう一つ、今度は、先ほど見ていただいた画像の件ですね、IIIF に関する、説明ですけれども、まず、IIIF というのはいくつかのその API と呼ばれる、これはデータをやり取りするためのその、インターフェースですね、やり取りをするための、窓口、あるいはその仕組みそのものということですけれども、それについて、いくつかのその API が定められています。そのうちの、画像 API と呼ばれるものですね。で、これはどういうものかと言いますと、ウェブをアクセスするときに見たことがあると思うんですが、 URL の形式になっていますね。つまりそのある、形式化された URL を通じて、デジタル画像を取得する、提供するというふうなことが可能になっている。その、提供のやり方を例えばどういうふうに書いたらどういうふうに表示されるというふうなルールですね。そのルールをその IIIF という活動を通じて決めているということであります。でこれはちょっと具体的に、2つほど見ていただきたいんですけれども、まず1つはですね、先ほど見ていただいたその、明治のその日本語文典の資料の画像です。今見ていただいているのが先ほどお見せしましたその、エイリチエノワというその資料のあるページの、コピーですね。絵にいろいろな、名前が書いてあって面白い絵がいろいろ書いてあるわけですけれども、こうしたものがですね画像を、何らかの形で持ってくるわけですけれども、これをウェブブラウザを通じて URL を通じて、取得するという、そういうふうなことになっています。その例です。で今このスライドに書かれている URL2 つあると思うんですが、上の段の、URL が今見ていただいた画像の URL になっています。でもう一つ下に、URL が書いてありますが、これちょっと違う部分はですね、最後の行ですね、3620-1286-1079以下続きますけれども、こういうふうな形で書いてある。この部分でですね、例えばその画像全体の中から、どの部分を、切り抜くか、そして最終的にどういうサイズで出力するか、あるいは回転角をどうするか、そして、カラークオリティ、ここではグレースケールにしているんですけれども、そのカラークオリティをどうするかということをですね URL を通じて指定できるというふうになっています。これもちょっと具体的に見ていただきたいと思います。今見ていただいているこの画像、これ先ほどの画像の中にタコの絵があったのを多分覚えていらっしゃると思うんですが、その部分を抜き出しまして、45度回転してかつ、グレースケールにしているということですね。これが画像ソフト等を通じないでブラウザの上で URL を指定することでこういうふうな加工した形の画像を取得することができるという、そういうふうな仕組みになっています。つまり、どんなに大きな画像であっても、例えばその部分一部分をトリミングしたい、あるいはクリッピングしたいということがあるわけですけれども、どんな大きな画像であってもその一部分をですねこういうふうな URL を通じて抜き出すということが可能になっている。これが、IIIF の画像 API の非常に大きな特徴です。続いて IIIF のプレゼンテーション API というものについて、ご説明したいと思います。プレゼンテーション、つまり表現ということですね。どういうことかと言いますと、資料というのは多くの場合単一のページで成り立っているわけでは決してないわけですね。複数のページが組み合わさってできている、あるいは資料と資料が組み合わさってより大きなコレクションを構成している、そういうふうなことがあるわけです。
そういったような、画像一つだけではなくて複数の資料との関連性、全体としてどういうふうな構造になっており、どういうふうなレイアウトになっているのか、例えばページの並び順なんかもそうですね。横書きの資料であれば左から右にこうページが進んでいくということがあるわけですけれども、例えば縦書きの資料であれば逆に右から左に進んでいく。あるいはアラビア語なんかも右から左に書いていくというふうなそういうスタイルがあります。そういうふうな世界中のいろいろな、書記体系の資料、そういったものを、不都合なくまとめていくというそういうふうなことを目的としてプレゼンテーション API というのが、策定されています。さらに面白いことにこのプレゼンテーション API では外部の注釈ですね、メモ書きというか、付箋のようなものとイメージ的には考えたらいいかと思うんですが、そういう外部の注釈に関しても、合わせて提供するということが可能になっています。これもちょっと具体的な例を見ていただきたいんですが、また先ほど見ていただいた明治のその日本語文典資料ですね、これのマニフェストという、まずこれは資料情報ですね。先ほど見ていただいたそのエイリチエノは、第何巻何、の上下といったようなその、本についてそれがどういうふうな資料の情報を持っているかというそれを、機械的に書いた、機械可読形式によって、記述した、ファイルです。これをちょっと具体的に見ていただきたいと思います。今見ていただいているのがそのエイリチエノは諸変化言葉の巻というその本の資料情報マニフェストIIIF によるマニフェストですね。上の方にその資料の ID 等がありましてそれからラベルというのを見て取ることができると思います。でタイトルがどうなっていてクリエイターつまり著者ですねパブリッシャー、編集者出版社ですねそれからいつ出版されたかというそういうふうな資料情報が書かれていると。で下の方にですねいろいろその、各ページの構成ですね、1枚目の画像が何ピクセルあってそれがどういう URL でアクセスできるかというふうなそういうふうなデータがずらーっと書いてあると。これちょっと全部見ると長いのでちょっと上の方だけ見ていただくことであとは省略したいと思いますが、ともかくこういった形で資料情報をですねまとまった形で、提示するということが可能になっています。で重要なことはこれを人間が見るわけではなくて公開することによってこのデータを外部のプログラムからアクセスして読み込むことができるというそういうふうになっているということなんですね。外部連携ということが、ここで可能になってくるということになっています。これをちょっと具体的な例で見ていただきたいと思います。スライドの下の方に書いてあります IIIF 対応画像ビューアーミラドールというのが見えると思うんですがこれがミラドールというのはですねその IIIF に対応した画像のビューアーつまり表示ソフトですねそれをこれもオープンソースで公開されているものなんですけれどもこれを使って先ほどの明治の日本文典をちょっと見てみたいと思います。今見ていただいているのがそのミラドールという画像ビューアーのソフトのデモサイトですね。これはファン・ゴッホの自画像が2つ左右に並んでいるのが見えると思います。これはこれでまた面白いんですけれども今はちょっとこれを見るのはやめておいてですね先ほどの明治の文典をここで開いてみたいと思います。ちょっと作業します。で、先ほどの、マニフェストですねこれの URL、をコピーします。でこの URL をそのミラドールの、ビューアーにですね読み込ませてやります。そうしますと、今一番上にですねエイリチエノは諸変の下、言葉の巻というのがずらずらずらっとこう表示されているんですけれどもサムネイルですね各ページの小さい画像が表示されています。でこれをちょっとクリックしますと、こういった形で、エイリチエノワの、画像を見ることができます。で面白いことにですねこれは右始まりになってますね。ちゃんと、ページをめくっていくのに左をクリックすると次のページに進んでいくというそういうふうな形になっています。で、もちろんこう拡大縮小も自由なわけですけれども、これですねこれが先ほど見ていただいたページだと思うんですがこういった形で、拡大縮小自由自在
これは先ほどお見せしました私が作った、サイトではなくて、あくまでもこのミラドールというですね、ビューアーを使って見ているということです。でさらにですね、ちょっと見ていただきますと、このアノテーションというのを表示することができるんですが、こうしますとひとまろのところをポイントしますと、ひとまろ、ちょっと小さくて見にくいかもしれないんですが、ひとまろ、ですね、名詞、固有名詞、それから、含まれている文字が人とまとろというふうな3文字含まれているということが、アノテーションとしてこう見えるということですね。例えば他にも、例えばな言葉、名詞ですね、な言葉というそれぞれの文字を含む、ということがここで、表示されています。これはもちろんミラドールの上に直接こういったことを書いたわけではなくて、先ほどの、マニフェストですね、あれを通じて私が、公開しているそのデータベースの内容、それを読み取ってここで表示しているということです。つまり、表示するソフトウェアに関しては自分が好きなものを使うことができる。ただし、データは共通の形である場所に置いてある。ですからある場所にこういう形で置いてあるよということさえ知らせてあげればですね、それを、いろんな人が自分の好きなような形に利用できるということですね。こんなふうなことが今可能になっているということであります。以上、最近の、DH デジタルヒューマニティーズを、めぐっていろいろな、具体的な例を、見ていただきました。最後にですね、データサイエンスとの関わりという点について少し、説明をしたいと思います。何よりも人文学というのは今までの長い歴史があって、そして、知識体系という意味では、個別にいろいろなものは蓄積されてきたということはあるわけですね。ですがそれが、例えば分野をまたいでいろいろな大きな知識基盤となっているかというと、そこのところについてはあくまでもこれからというふうな形にはなっています。そういう意味で例えば先ほど見ていただいたヨーロピアナですとか、あるいはそのジャパンサーチですね、そういったものはまさに現在進行形という形で、インフラを整備するという、そういうふうな形で、現在、作業というか、準備が進められているということになります。でもしそれが完成すれば、いろいろなその人文学の各分野をまたいだ形で、非常に大きな知識基盤が完成することになるということです。そうしますとこれからそのデータサイエンスということを、通じて、そのより質的な研究、非常に大規模なデータを通じて質的なデータの、発見ということが今後可能になってくると思うわけですね。で例えば AI ですとか機械学習といったようなものを通じて、人文学の知識、非常に大きなところから、新たなその課題とか新たなデータの意味とかそういったものを、発見するというふうな、そういうふうなことがこれから可能になってくるだろうという、ことに、が考えられるわけです。ですからそのための今インフラの整備としてですね、いろいろなところでそういう、計画が国レベルで、行われているという、そういうふうな状況になっているわけです。では最後に結びに変えてということで、学習者の立場からどのようなことを考えたらいいかということを2、3お話ししたいと思います。まず一つはですね、何よりもその既存の枠組みにとらわれないということが、これが非常に重要ですね。例えば文化系であるとか理科系であるというのが自明のことのように思われるかもしれないんですが、今見てきたことというのはその、両方にまたがっている。決してその既存の枠組みを否定するというわけではないんですけれども、枠組みが全てではなくて、ですから自分がこれがやりたいということを、中心に据えてですね、それが仮に既存の枠組みにはまらないとしても、それは、その既存の枠組みの方を変えていくというふうな、そのようなですね主体的な態度っていうのが非常に重要になってくると思うんですね。それともう一つは先ほどもお話ししましたけれども、共同、つまり人の力を借りるということです。これは決して自分が楽をするというそういう意味ではなくて、自分ができることは本当に一生懸命やるんですけれども、それだけではなくて、自分ができることには限界がある、限りがあるということをもう、認識した上で、人の力を借りて、それをうまくつなげることによってより大きな成果を出していくということが今後文化系においても重要になってくると考えられるわけです。そういう意味では、先ほど見たようなつながる仕掛けということですね、分野をまたいでつながっていく仕掛けというのをいろいろなところに仕込んでおくという、そういうふうなことが今後重要になってくるのではないかと思います。
以上、デジタルヒューマニティーズをめぐってお話をいたしました。